この混沌の中、ティムールは冷徹に戦況を見据え、かねてより温めていた策を放ちました。マヤジトに追放されたトルクメン部族長の騎馬部隊を投入したのです。かつての主が彼らに突撃してくるのを見た者たちはたちまち反転し、オスマン軍左翼の撃破に加わりました。アナトリアを制圧したばかりのバヤジトへの忠誠が薄く、何世代も仕えてきた部族長への忠誠心の方が強かったのは当然のこと。加えてこれはティムールの調略の成果でもありました。戦いの数ヶ月前からマヤジトに不満を持つ者たちに密使を送り続け、離反を誘っていたのです。兵に惜しみなく与えるティムールの評判も蔵切りの背を押しました。しかしイエニチェリの忠誠は離根です。ティムール軍の騎馬の精鋭部隊がイエニチェリに突入しましたが、雨あられのように降る矢に撃退されます。この機を逃さず、バヤジトは崩壊寸前の左翼を救うべく手持ちの全予備兵力を戦場へと投入。形勢は振り出しに戻ります。戦略で圧倒し、知略で凌駕し、策略で出し抜いてなお力だけが未だ拮抗していました。ティムール軍もまた少なからぬ損耗を被り、とりわけ左翼の痛手は重いもの。しかしティムールは変幻する戦況を盤上のように見ていました。ならば力でその全てを押しつぶすまで。わずかな揺らぎを捉えた刹那、命令が飛びます。衆軍に総攻撃の合図を送れ。ここまで肉の壁として控えていた先祖がついに幅広の一列になって静止し始めます。ティムールはインドから連れてきた先祖にアレンジを加え、その背にはギリシャ飛の投擲手が乗り込んでいました。手のつく巨体から呪われし液体が降り注ぎ、さすがのオスマン兵も動揺し始めます。完全なる包囲を恐れ、バヤジトの王子たちが戦場から逃げ出し始めました。この逃亡は兵士たちの士気に致命的な打撃を与えます。それでもなおオスマン兵は勇敢でした。その大半は己の持ち場で死んでいったのです。特にセルビア騎兵はティムールが召喚したほど壮絶でした。しかしムハンマド・スルタン率いるセイエ・サマルカンド師団が突撃したのがとどめの一撃となり、趨勢はついに定まります。それでもバヤジトは剣を捨てませんでした。